ミルトンチャンネルです。今日はレノジーのサブバッテリーシステムを大電力化してオイルヒーターと電子レンジを同時で使えるようにしてみました。その組んだバッテリーシステムがこちら。今回はこのサブバッテリーを組んだことによって暖房と電子レンジを同時で使えるようになりましたが、冷凍食品も躊躇なく料理できるようになってめっちゃ楽しかったです。これまで私はサブバッテリーから電源を取る際に大橋産業の 400W 制限波インバーターを使ってきました。この製品、縦18センチ、横 14.2 センチ、高さ5センチ、重さは 725g とかなりコンパクトで取り回しがとても良かったのですが、最大 400W までの家電しか使えないので、今回はより大電力が使えるインバーターを導入することにしました。レノジー 2000W 準制限波インバーターです。内容物はインバーター本体、バッテリーとインバーターをつなぐプラスとマイナスのケーブル、有線リモートコントローラー。こちらはこのような LAN ケーブルのような形状のリモートコントローラーになっています。この有線リモートコントローラーのこのケーブルは約 6m4 センチケーブルの長さがあり、かなり離れた場所でもリモートの設置が可能です。そして取扱説明書とロゴ、電子保証書になっています。これらのケーブルは 2000W 仕様のケーブルになっていて、ケーブルの太さは22スケア、それぞれ91センチずつの長さがあります。こちらのインバーターのサイズは縦 21.8 センチ、横39センチ、高さ 9.2 センチ、重さは 4.8kg なので結構大きい印象はあります。このインバーターは準制限波で、いわゆる家庭用と同じ電力が 2000W、かなり大電力取れるのが特徴です。インバーター側面の AC 側をチェックしていきます。まず真ん中の AC コンセント。こちらは各コンセントに消費電力 15A 以下の負荷を接続できます。この3つのコンセントから合計 2000W の電化製品に接続することができます。次にこの電源インジケーター。こちらは緑の部分が点灯するとインバーターが正常に稼働していることを示していて、こちらの右側の赤の部分が点灯するとインバーターの過熱、過負荷などエラーが発生している状態になります。ちなみにこのリモートの端子、この有線リモートコントローラーのこの LAN ケーブルのジャックをこの部分につないで、このリモートモードにしておけば、この部分で離れた場所から電源のオンオフが可能になります。そしてこの USB Type-A の端子、こちらは 5V2.1A の Type-A の端子が使えるようになっています。次にこの部分、周波数切り替えスイッチ。こちらは私の住んでいる関東地区は 50Hz なので 50Hz の方に変換しておきます。そしてこの NGL 端子、こちらは定格 2000W までのプラグがない AC 電源をこちらに接続することができるようになっています。こちらは使用する際にこの2箇所のネジを外して、このケースを取り外した後にニュートラル、アース、ライブの配線を間違えないように接続して使うようです。私はこのつなぎ方の製品を持っていないので今回使うことはできませんが、このようにひっくり返した状態でこのケースの下面についている3箇所の穴からケーブルを出すことができるようになっているようです。次に DC 側の側面もチェックしていきます。これは真ん中2つが冷却ファンになっていて、こちらはプラス極の接続端子、こちらはマイナス極の接続端子、そしてこの一番下の部分が設置端子、いわゆる絶縁アース用の端子になっています。このインバーターに純正のケーブルをつないでみます。このケーブルのカバーの部分はこのように簡単に外れます。このプラスとマイナスの端子の部分は 13mm のレンチで外していきます。この端子の部分はこの部分自体がネジ山がついています。これは車の振動があっても緩みづらい新設設計になっています。レノジーの 2000W インバーターにケーブルを接続していきます。ケーブルの接続部分は映像のように上下からボルトとナットで挟み込んで固定する仕組み。これも走行中に振動で外れないようになっているので安心して使えそうです。サブバッテリーの発火事故はこのようなボルトが緩むことによっても
火災を誘発するそうですので、しっかり締め上げておきます。レノジーのマニュアルによると、このインバーターとバッテリーの間に 200A のフューズをかませなければいけないとのことなので、新しくフューズを購入しました。ハドソン電機 200A フューズ。こちらの製品はこのようにケースも頑丈で安心して使うことができます。このフューズの電池のサイズは電池14。このフューズはなるべくバッテリーに近いところに設置するといいそうなので、バッテリーに近いこの部分に接続しました。はい、でこのようにフューズをつないだんですけども、ここから先この部分につなぐケーブルがないので、新しく Amazon でケーブルを購入しました。でこちらはプラスとマイナスのセットになっていたんですが、今回はマイナスの方は使わずにプラスのケーブルのみ使います。でこちらは22スケアというかなり太いケーブルになってまして、このプラスのケーブルと全く同じ太さなんですけども、この部分につないでこのレノジーのバッテリーのプラスの部分につないでいきます。この向きで入れてしまうとこの部分ケーブルが浮いてしまうので、反対向きにしてこの向きで接続していきます。 14mm のレンチで締めておきます。これで OK です。でこのハドソンのフューズはケースもこのように大きいので、このように太いケーブルでも問題なくケースをかぶせて使うことができます。はい、フューズを取り付けたプラスとマイナスのケーブルなんですけども、バッテリーにいきなりつなぐ前にこの部分のインバーターの電源をリモートオフオンになっておりますので、これを必ずオフにしてから接続をしていきます。ケーブルを接続する前に手袋をつけます。こういった軍手でも大丈夫なようです。プラス極側も接続します。接続する際にパチッと言って火花が散る可能性があるので、可燃性のものは置かないようにしてください。おそらくパチッて言うと思います。あ、言いませんでしたここまで来たらこの電源をオンにして使用することが可能です。これで電源が使えるようになりました。念のため 1100W のドライヤーが使えるかも試してみます。消費ワット数も知りたいので、レノジーの Bluetooth モジュールを接続します。このアップポートと書いてあるところに接続をします。この Bluetooth モジュールは LAN ケーブルのようになっているので、差し込むだけで使えるようになります。このレノジーの DC ホームというアプリを立ち上げます。このように立ち上げても反応していない場合は、一度立ち上げ直すと反応します。反応しました。現在バッテリーの残量は 92.4% 入っています。電源を立ち上げているだけでも 0.5A 消費するので、もしこの消費電力が気になる方はこまめにインバーターの電源のオンオフをしていただくとよろしいかと思います。この部分 0.5A 消費していますが、この電源をオフにするとしばらく待つとここが 0A になります。1100W のドライヤーを最強で動かしてみます。暖かい空気が出るようになりました。消費ワット数は 102A、102A×12.8V なので 2000W の純制限範インバーターで問題なくドライヤーが動かせました。次にこの真ん中の電源オンオフスイッチ、これは少し珍しい方式で、電源のこのボタンをこのように左側にすると電源がオンになります。そして真ん中にすると電源がオフ。次にこのリモートという部分を押すと、先ほど使ったリモートのケーブルをここに挿して使えるようになります。私の車は小さいエブリーなので使う必要はありませんが、このリモート機能はハイエース等の大きな車には結構便利そうな機能でした。次に今回は電力を大容量化したいので 100A、100A、合計 200A のバッテリーを並列で接続していきます。接続手順はプラスからつないでいきます。次に反対側のプラスにつないでいきます。この際にこのプラスから出たケーブルがこのマイナスのケーブルに絶対に触らないようにしてください。確実にショートします。ではこの部分につないでいきます。次にマイナス極を接続していきます。この際に反対側のプラス極に絶対に触れないようにするために、このような絶縁テープを使ってもよろしいかもしれません。こ
このようにすれば片側をこのようにつけている際にケーブルが触れてこういったところにぶつかったりしても安全です。ではマイナス極もつないでいきます。絶縁テープを剥がしてこちらにつないでいきます。次にこういった部分をレンチやドライバーで締め上げていきます。この際にこういった長いレンチを使ってこのマイナスの部分とプラスの部分を触れさせないようにしてください。確実にショートします。実は私このバッテリーではないんですが、違うバッテリーでそれをやらかしてしまってすごく発熱して怖い思いをしたので、こういった長い金属製のレンチは使わずに、このプラスとマイナスが届かないような短いドライバーですとかレンチを使ってこういった部分を締め上げていくようにしてください。こういったものも緩みがないように確実にきっちり締め上げるようにしてください。意外と車の振動でこういったナットやビスは緩みがちですので、確実に締めるようにしてください。はい、それで並列のバッテリーをこのようにつないだら、インバーターのマイナス極をこの部分につないでいきます。続いてインバーターのプラス極側ですけれども、マイナス極をこちら側につないだ場合は、並列の場合はこの反対側のこちらにつなぐようになります。はい、これで接続完了です。そしてちょっと今手元に絶縁キャップがないんですけれども、絶縁キャップをそれぞれ後ほどかけたいと思います。はい、100A のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの、2台の並列したものと、レノジーの走行充電器、そしてレノジーの 2000W の準制限範インバーターを仮設置しました。でレノジーのバッテリーのマニュアルによると、マイナス極からつないでいく必要があるので、まずはマイナス極に走行充電器のマイナス極とインバーターのマイナス極を先につないでいきます。でこれショート等をしないようにマスキングしていたものなんですけども、これを全て剥がします。そしてこの部分につないでいきます。でこのマイナス極につなぐ前にこの絶縁キャップに穴に通しておきます。このように絶縁キャップもしてショート対策もしました。この部分とこの部分は違うバッテリーで大きなタイプのこの絶縁キャップを仕込んであります。そしてこの部分は1本しかつながないので小さい絶縁キャップを仕込んであります。そしてこちらは、このインバーターと走行充電器、そしてバッテリー3本のケーブルがつながっています。並列の場合のプラスのつなぐ箇所はここになるので、ここにも3本インバーターと走行充電器、このそれぞれプラスケーブルをつないでいきます。ちなみに走行充電器側には 80A のヒューズが仕込まれているプラス極の部分と、このインバーターには 200A のヒューズを仕込むようにとありますので、 200A のヒューズを仕込んであります。絶縁テープ剥がし終えたので、ここにインバーターと走行充電器のプラス極のこの部分に接続していきます。はい、このような感じで絶縁キャップもすることができました。とりあえず接続完了しました。一旦このようにつなぎ終えたんですけれども、ヒューズを入れるべきプラス極側には必ずヒューズをこのように仕込むようにしてください。このようなところは抜かりないように必ずヒューズを仕込むようにしてください。ではインバーターの電源を入れてみます。こちら側がプラスなので、こちら側に電源を入れてみます。青色のランプがつきましたので、問題なくこれでインバーターが使えます。接続マニュアルに従ってやればそれほど難しくありませんので、レノジーのマニュアルに従って接続されるようにしてください。レノジーの走行充電器のマニュアル、サブバッテリーの次にメインバッテリーにつないでいきます。続いてメインのバッテリーに走行充電器のマイナス極とプラス極を挿していきます。これもヒューズが仕込まれています。このプラス極のヒューズは 80A のヒューズを仕込んでいます。こちらもハドソン電機の 80A のヒューズです。そしてこのケーブルはプラス極もマイナス極も接続する直前までこのように絶縁テープを巻いてあります。で安全のためにこのマイナスの部分とプラスの部分のバッテリーのこのケーブルを一旦全て外します。外す手順としてはマイナス極を外した後にプラス極を外していきます。
理由としては、この部分外す時に、例えばこういったところの金属に触れてしまうと、こことここというのは実はこの車体のアースというものでつながっていて、それでこことここが触れた瞬間にショートしてしまいますので、そういった事故を防ぐためにもマイナス極をまずは外して、その後にプラス極を外します。安全のために一応手袋をつけています。マイナス極を外します。これで外れました。続いてプラス極を外していきます。これで外れました。続いて走行充電器のケーブルをこのプラス極の部分につないでいきます。接縁のテープを外します。この部分のボルトで蓋をしてここに固定するような感じになりますので、このボルトも外します。ケーブルをこの部分に挿します。そしてこの状態でこのボルトで蓋をします。ある程度このように締まってきたら、バッテリーのプラス極にかませて本締めをします。この段階でマイナス極につながってないので、もしこの辺にぶつかったりしてもショートすることはありません。はい、このように動かしたりしてもびくともしないようにきっちり固定できました。次にマイナス極も同じようにつないでいきます。これも絶縁テープを剥がします。同様にこの部分のナットで蓋をして締めていきます。このナットをつける向きなんですけど、反対側にしてしまうとここに遊びができてしまうので、私はこの向きでつけることにしました。でこのように仮止めできたら、このマイナス極につなげていきます。きっちり締め上げます。はい、これでがっちり止まったので外れたりする心配はありません。これで OK です。ちなみにこの走行充電器の配線なんですけども、このようにこの隙間から入っていって、上のこの部分でケーブルを出しています。なので前の動画ではお伝えしたんですけども、この部分に穴を開けていて、ここに通してあります。この部分穴を開けた後、ビニールテープで傷防止に補強しているんで、今のところこのケーブルに損傷があったりはしないんですけど、実はこの穴を開けた部分、ゴムで保護する保護剤みたいなのが売ってるそうなので、それを使われた方が無難だと思います。私はちょっと今回時間がなくてこのビニールテープで補強しているだけなんですけども、本当はここにゴムの専用の保護剤を使った方が安心だと思います。はい。で、今回レノジーの Bluetooth の BT2 という Bluetooth モジュールなんですけど、これをこの走行充電器の方とこのバッテリーの方に両方につなぐと、こちらは発電のワット数ですとか、そういったものを詳しく見れます。そしてこちらにつなぐと正確なバッテリーの残量がわかりますので、両方にこれを1台ずつそれぞれ仕込んで Bluetooth で電力管理をしてみたいと思います。で、この走行充電器の方の Bluetooth をつなぐ場所はちょうどこの場所になりますので、ここに Bluetooth モジュール BT2 をつないでいきます。はい、これで OK です。そしてバッテリーの方にも同じようにつないでいきます。バッテリーの方にはこのアップと書かれたところに挿していきます。この LAN ケーブルみたいなケーブルを挿すだけなんですけど、これでカチッと言えば OK です。このパワーの部分が緑色に光って、その次にこのリンクというところが青く光ると、接続ができている状態になりますので、 iPad を使ってチェックしてみたいと思います。レノジーの DC ホームというアプリを立ち上げてみました。現在バッテリーの残量は 97.84%。 ここを押すと電圧ですとかそういったものも詳しく出てきます。そして走行充電器 DCC の方を立ち上げてみると、今現在ソーラーパネルからの PV 充電電圧 16.6V 出ていて、充電の電流が 0.35A、 そしてサブバッテリー、いわゆるこのバッテリーに充電されているアンペア数が 0.4A で、合計 6W 充電できています。こういったような形でかなり細かく出るので、そろそろ充電が溜まりそうですとか、あとどのぐらい電気が使えるかっていうことが全てこの中で分かってきますので、この Bluetooth モジュール、2台つけるとかなり正確なデータが出てくるようになります。で、この DCC のこの走行充電器の方だと詳しいバッテリーの残量というのが出てこないので、そういったところが1台だけしかつないでないとわからないんですけども、このように走行充電器の方とバッテリーの方両方につないであげると、バッテリーの残量も 0.01% から測れるようになりますし、充電のワット数ですとか電圧、そういったことも全てここの中で分かるようになります。はい、それで今ちょっと車のエンジンをかけてみました。
走行充電器の方をめくると、今サブバッテリーへの合計充電電流が 342W とかなり大きな感じで充電できているんですけども、これだけではなくて今回ちょっとびっくりしたのが、バッテリーの方にもこのようにつないでるんですけども、このようにセルの電圧ですとかセルの平均温度まで測れるようになっていて、これかなりすごいですね。バッテリーがどのぐらい傷んでるかですとか、どのセルがダメになってるかっていうことすら分かりますので、これはかなり安心な機能だと思います。で、実際にセッティングしてみても、セルタンのマットレスを置いててもギリギリセッティングできるような感じなので、このやり方でやれば車の充電だけでおそらく全ての電力を賄うことができると思います。はい、これいつも私がここからここまで横に通して使っているテーブルなんですけども、このように折りたたみ式になっていて、今回このテーブルに電子レンジを乗せる予定なんで、ちょっとこの4つの蝶つがいだけでは心もとないなということで、少し蝶つがいを足して増強します。かなり補強したのでとても頑丈になりました。いい感じになりました。これでこの部分かなり頑丈になったんで、結構重たいものを乗せても大丈夫だと思います。この電子レンジ重さが 12kg あるんでそこそこ重いんですけど、テーブル補強したんで多分大丈夫だと思います。サイズ的には全然大丈夫そうですね。横幅も少し余裕があるんでいい感じです。テーブル自体もかなり頑丈なんで、電子レンジが乗ってるぐらいではびくともしなそうです。今日は暖房器具にデロンギのオイルヒーターも使ってみます。これつい先日購入したばっかりなんですが、家で使ってるものをそのまま車に持ち込めばすぐに使える状態なので、電力との兼ね合いはありますが、サブバッテリーシステムだけで動かせることができればかなり使いやすそうです。オイルヒーターと電子レンジを設置してみたら、もう本当に家みたいです。スペース的には結構限られますが、デロンギのオイルヒーターはこのように縦に細長い形状なので使いやすいかもしれません。電子レンジは運搬するときはテーブルから下ろして、デロンギのオイルヒーターは助手席とセルタンのソファーマットレスで挟むような形で運搬をします。はい、時刻は23時42分。これらの製品を車中泊で使ってみます。現在の車内の気温は 11.9 度、湿度 62%。 このレノジーのバッテリーの残量は、手前側が 97.35、 奥が 93.96% 溜まっています。少しだけ肌寒いので、このデロンギのオイルヒーターをつけたいと思います。ではレノジーのインバーターの電源をまず入れます。これでオンにしました。そしてデロンギのオイルヒーターの電気も入れます。はい、電源入りました。これ 1000W ぐらい食っちゃうんで、あまり強くしちゃうとすぐに電気なくなっちゃうんで、軽く温めるぐらいで、それでもこれ表面が90度近くになるんで、かなり暖かくなるとは思います。はい、少しずつデロンギのオイルヒーターが暖かくなりつつあります。現在のバッテリーの消費量が、手前側が 17.45A、 そして奥側が 21.56A、トータルで 38A 消費しています。 38A×12V ですので、456W 現在消費しているような形になっています。おおむね想定の範囲内です。なので 5,6 時間は余裕で持てると思うんですけども、このままちょっと様子を見たいと思います。で、今回は電子レンジも積んできているので、電子レンジもつないで車内で調理もしてみたいと思います。こちらのレノジーの 2000W 純正限範インバーターは、こちらのデロンギが今 500W 弱、そしてこちらが最大でも1300、定格でおそらく 1100W ぐらいしか消費しないので、おそらく 2000W には全然届かないと思うので、問題なく使えると思います。今日はせっかく電子レンジを使うので、冷凍食品三昧にしてみました。ブロッコリーとカットほうれん草、ダイエット中なのでこういったものをたくさん食べます。そしてこれはガリトマチキンというものを、これもなんか美味しそうだったんで買ってみました。カロリー的には1食 100g あたり 125kcal しかないので、ダイエットにはもってこいだと思います。こちらのブロッコリーは
170g で5分10秒電子レンジをかければいいようなので 500W で設定します。 500W で5分10秒。今現在 20A と 18A ずつ消費しています。電子レンジスタートします。温めから30秒以上経過しました。現在の消費アンペア数が 75A と 69A なので合計で 144A 消費しています。 144A×12V ですので 1728W。 こちらは 2000W のインバーターなのでギリギリ使えているような量ですね。特にここが発熱しているような感じはありません。念のためサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。一番熱くなっているところで17、20度いかないぐらいですので問題ないと思います。そしてバッテリーの方はそこそこ発熱はしているようですけれども、それでもケーブルが20度いってるぐらいですのでそれほど心配しなくて大丈夫だと思います。このケーブルの部分も17度程度ですので発熱に関しては特に問題ないかと思います。奥のケーブルの部分も21度ですとか20度程度ですので発熱に関して心配することはなさそうです。いい感じに温まってます。熱々なブロッコリーができました。おー、美味しそう。ブロッコリーを茹でただけで湿度が 72% まで上がりました。続いてカットほうれん草も温めていきます。こちらは 500W で 200g、 3分40秒加熱すればいいようです。ほうれん草も温めていきます。出力レンジ 500W で3分40秒。なんか車の中でこう電子レンジで食品を温めるって不思議な気分ですね。結構楽しいです熱々ですね。いい感じに温まりました。このガリトマチキンも温めていきます。これは 500W で2分50秒ですね。軽く開けたのでこのままいきます。お、なんだ？もしかしたらこれ容器に移さないとダメなやつかもしれないですね。ここに私受け皿ちょっとガタガタ言ってうるさかったんで外して持ってこなかったんですね。なので一度この陶器のやつに入れてこれを温めたいと思います。それだったらおそらく温まると思うんで、ちょっとめんどくさいんですけどこのブロッコリーの方に全部移します。じゃあこれをこのままこちら側に移しちゃいます。多分これで大丈夫だと思うんですけど、もう一回行ってみます。あ、次は大丈夫でしたね。やっぱり電子レンジ OK の容器に入れてるかどうかで使えるかどうかが決まるようです。ちょっと電子レンジで温めてる間待ちきれないんで、もうほうれん草とかブロッコリーとか先に食べちゃいます。意外とこういうものにかけるドレッシングとか醤油とかそういうものが結構カロリー高くて糖質も高いみたいで、最近それも少し控えるようにしてます。どのぐらい効果があるかちょっとわかんないんですけど、とりあえず頑張ってやってます。おー、いい音。いい感じですね。トマトとチキン。そしてバッテリーの残量が奥の方が 77.7%、 手前の方が 81% まで下がりました。現在の車内の気温は 18.1 度、湿度 76% まで上がっています。寒くもなく湿度も高いので結構快適に過ごせる感じです。ダイエット中なんで炭酸水飲みます。強炭酸なんでビール飲んだような気分になります。美味しいです。この電子レンジを置くセッティング、食事のスペースがめちゃくちゃ狭まっちゃうんで何とも言えないと言えば言えないんですけども、料理の幅が広がるのはいいですね。冷凍食品は今まで買うことができなかったので、そういう意味で電子レンジが車内にあると料理の幅がすごく広がりますね。このニンニクの効いたトマトペーストはパンチがあるんでダイエット向きですね。満足感がすごくあります。ごちそうさまでした。野菜をすごいたっぷり食べたんで
めちゃくちゃ満足です。はい、電子レンジを使って調理と食事を終えました。すごく圧迫感があって辛いかなと思ってたんですけども、意外とそんなことなくて、こんな感じで上に物が乗せられるのは電子レンジの強みなのかもしれないです。そして1時4分なんですけれども、バッテリーの残量が 72% と 68% まで減りました。ほぼほぼ 30% ずつ消費した感じになっています。現在の車内の気温は 21.8 度、湿度 67%、 結構快適ですね。で、現在デロンギのこのオイルヒーターなんですけれども、温度2ぐらいで稼働させていて結構暖かいです。おそらく60度ですとか70度ぐらいありそうな感じですね。今ここのランプが消えていますので、とりあえずはほとんど電力を消費してないような感じになっています。このような待機の時間があるのもこのオイルヒーターの強みなのかもしれません。そうこう言ってる間に22度まで温度が上がりました。はい、サーモグラフィーカメラでチェックしてみます。オイルヒーターの熱い部分は52度ぐらいでしょうか。かなり暖かい感じです。そしてオイルヒーターがいいのは全体が暖かくなっていくというか、優しい暖かさになっていくのがすごく好感が持てますね。ちなみにこの断熱シェードの部分なんかで言っても温度を測ってみると28度ぐらいありますので、車内全体がじんわり暖かくなるようなイメージでしょうか。すごく快適です。この握り手の取っ手の部分なんかも30度近くありますし、天井も30度を超えてますので、かなり快適な暖かさです。この電子レンジあたりも30度を超えている部分もあります。このオイルヒーターという暖房器具は結構電力が食うんですけれども、車全体を優しい感じで温めてくれるんで、乾燥ですとかそういったものが嫌いな方にはもってこいの暖房器具なのかもしれません。私はいつも FF ヒーターを使って暖を取っているんですけれども、 FF ヒーターはかなり乾燥するので、乾燥が嫌いな方にはこういったオイルヒーターもいいのかもしれません。またこのオイルヒーターという暖房器具は電気で動く上に二酸化炭素を発生しない、とてもクリーンな暖房器具なので、車中泊で使うにはとても安全に使えるいい暖房器具だと思いました。1点だけ難点を挙げるとすれば電力消費が激しいところなんですが、一旦温まってしまうとこの放射熱がずっと車内を温めてくれますので、そういった意味でも車中泊に向いているかもしれません。現在1時13分、両方合わせると 70% ぐらいバッテリーが残っていますので、このままデロンギのヒーターが朝まで持つと思います。なのでとりあえず朝までこれで寝たいと思います。はい、現在7時13分、車内の気温は20.5 度、湿度 61% です。デロンギのオイルヒーターを動かしていたんですけれども、昨日3時ぐらいになって暑くなったんで一旦消しました。それで先ほどまたこのオイルヒーターをつけたんですけども、バッテリーの残量がそれぞれ 45% と 42% なので、そこそこバッテリーは使っている感じにはなっています。そして気温のグラフを取っていたんですけども、昨夜11時過ぎからこのようにこのオイルヒーターを動かし始めて、暑くなってオイルヒーターの電気を切ったのが3時11分、この時点で 22.9 度ありました。ここからすごく下がり始めて、6時39分で15度まで下がって、そこから1時1分の段階で 18.7 度まで上がりました。オイルヒーターの温まり具合というのは FF ヒーター等と比べるとかなり緩やかではあるんですけども、それでも20分で3度程度は上がっていますので、そういった意味では車中泊でオイルヒーターを使える気がしています。
サプリも飲みます。ミネラルミックスマルチビタミン亜鉛です。ザバスのスッキリフルーティープロテインと甘酒をいただきたいと思います。このザバスのスッキリフルーティー味って若干ヤクルトの味に似てて結構美味しいです。でこの甘酒なんですけど、レンジで温めても作れるみたいなんで、レンジで甘酒を作ってみたいと思います。熱々でいい感じにできてますね。久しぶり甘酒飲みましたけど、お汁粉に近い甘さですね。美味しいです。すごい甘いのがすごい入ってきて、一気に目が覚めました。なんか電子レンジがこの車の中にあってかなり家感が増すので、これはこれで僕は好きですね。時刻は8時34分。バッテリーの残量は奥が 34%、 手前が 38%、 合計で 60% 以上両方とも消費しました。現在21アンペアと18アンペアずつ消費していますので、オイルヒーターの電力消費は結構大きいですね。でもとりあえず一晩に近いぐらいは持てたので、走行充電といって車で運転して充電をすればこれがかなり回復するので、やり方によってはオイルヒーターと電子レンジを両方使っても連泊で車中泊で使うことも可能かなと思います。これから移動するのでインバーターの電源を切っておきます。安全のために電子レンジを床に下ろしておきます。デロンギのオイルヒーターも安全に運搬するために助手席とセルタンのマットレスで挟むような形で運びます。私の使っているレノジーの 50A 走行充電器は以前出した動画でその充電性能を検証しましたが、調子の良い時には平均で 450W 程度の発電、私のエブリでも最大 544W の発電をします。これは3時間程度の運転で約 50% 程度回復しますので、車中泊で十分に連泊できる充電量だと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。